ということでね、どうも親方です。今日はですね、札幌一番味噌ラーメンをね作りたいと思います。こんなん誰でも作れるやんけってね思ってると思いますけども、それは違います。最近ですね、Twitter とか動画のコメント欄でよく聞かれるのが、親方食堂ってどこにあるんですかと、一回食べに行ってみたいですっていうね声をいただいてるんですけども、親方食堂なんて店はございません。親方はラーメン屋さんです。はい。で、ラーメン屋さんの場所は現在非公開になっております。で、まあね、話はそれたんですけども、ラーメン屋さんの親方がね、本気で味噌ラーメン作ったらどうなんねんと、めちゃくちゃ美味しいもの作れるよということなので、今日はそれをね、皆様にお見せしたいと思います。もちろんね、簡単に作れるようなレシピ化にしてるので、最後までご視聴ください。よろしくお願いします。ということで作っていきましょう。はい、ということで、まず早速ですね、この、札幌一番味噌ラーメンをですね、みじん切りに、していきたいと思います。嘘です。はい、ということでね、真面目にやりましょう。今日使う食材をね、ちょっと見てもらったら分かると思うんですけども、ほとんど余りもんでできちゃいます。玉ねぎとかね、こんな感じで余りますよね、ピーマンとか。で、こういうものを5種類今用意したんですけども、大体3種類あればできます。人参、ピーマン、もやしだけでもできますし、人参、玉ねぎ、キャベツでもできます。組み合わせは自由なんで、あるものを集めてできちゃうっていうのがもう今回のいいところですよね。はい、ではまずキャベツから切ります。芯を落として、大きさはですね、もう適当でいいです。はい、もうこんな感じです。で、キャベツをですね、ほぐしておきます。炒めるんで、ある程度ほぐしておいた方が、まあね、大きいのとかね、小さいのとかあると思うんですけども、まあそんなに気にしなくても全然大丈夫です。で、こういうね、どうしようもなくほぐれないようなやつがあると思うんですけども、こんなんもうザクザクと、ザクザクと。で、芯もですね、ザクザクと。これでいきます。エプロンするの忘れたんでつけます。はい、次は玉ねぎですね。玉ねぎは千切りです。太さもね、もう自由ですね。これは太すぎなかったら大丈夫です。大体3ミリぐらいかな。で、玉ねぎもこっちに。そして人参です。先っちょ落として、皮はねついたまんまでいきます。じゃがいもはねさすがに剥きますけども、人参とかね皮剥いちゃう人おるんですけど、皮にね栄養あるんですよね。で、人参だけなるべく薄く、一番火が通りにくいのでなるべく薄く切ります。はい、こんな感じです。で、ピーマンです。ピーマンもですね、種に栄養があるらしいんですけど、僕は種嫌いなので取ります。はい、そしてピーマンも千切りです。太さはね、もう自由です。僕はこんな感じでいきます。はい、ということでね、いよいよ炒めていきたいと思います。で、炒めるのはですね、ごま油です。ごま油を少し多め。はい、そして入れる順番はですね、人参からです。人参から。一番火の通りにくい人参から入れます。最初油多めなんで、ちょっと跳ねるかもわからないんで、なるべく気をつけて。そして次に玉ねぎ。で、火力はですね、常に強火でいきます。ある程度ですね、玉ねぎが炒まってきたら、ここでね、僕はニンニクを入れます。ニンニク少しで、別にこれは好みなんで入れなくても全然大丈夫です。そして、ね、残りの食材全部入れます。キャベツとピーマンを同時に入れます。はい、そして味付けしていくんですけども、ベースはですね、鶏ガラでいきます。鶏ガラの粉末、これ別にどんだけ入れたらいいっていう量はないんで、なんでかって言ったら、それはどんだけ野菜今入れてるかによって味が全然変わってくるんで、そこはですね、味見をしながら決めていただけたらなと。で、塩コショウを少し足す。料理でね、一番大事なのは味見なんですよ。どういう風に途中で味が変化していくのかね、味見をしていきます。今ちょっと味濃いかなっていう感じなんですけども、ここでじゃじゃん、もやし入れます。もやしで味を調整します。半分ぐらい入れました。はい、そして仕上げにですね、コチュジャンを入れます。これぐらいでいいかな。別に豆板醤でもいいし、コチュジャンでもいいし、で入れなくてもいいです。もう味はしっかりついてますから。で、野菜で一番やっちゃいけないことっていうのは炒めすぎです。炒めすぎだけは絶対ダメです。はい、できました。で、一旦ボウルに移す。とんでもない量になりましたね。はい、ということでね、野菜炒めの方はできたんですけど、ちょっとこれね多すぎるんでタッパーに移しておきます。どんだけ使おうかな。全部入れるわけにはいかへんから、
これぐらい使おうか。これはね、冷めたら蓋して冷蔵庫にしまいます。やっぱりね、水気とかね出ちゃうんで作り置きに向いてはいないんですけども、まあ1日ぐらいやったらね、明日のお弁当のおかずにしたりとかねっていう風には多分使えるのでね、蓋して置いとくと。でレンジで温めて食べるっていうようなことができます。でれん。それではいよいよラーメン作っていきたいと思います。まあ、一応ね、パッケージの裏にですね、水は 500cc 使えってことなんですけども、それやっちゃうとね、味が薄くなっちゃうんですよね。ってことで、今回は 350cc お水入れます。はい、ということで、お湯が沸いたので入れていきます。これ実はね、裏と表があるんですよ。で、黄色い方をね、ちょっと画像じゃ分かりにくいと思うんですけども、黄色い方を下にして入れます。そしてパッケージには3分茹でろって書いてるんですけども、体感1分半で大丈夫です。ちょっと固めにした方がねやっぱり美味しいです。好みにもよるんですけども。はい、ということで、よし。で一旦火を止めてこの袋を入れます。で今のところね、これまだ麺硬いんですよね。ちょっと食べたら硬いぞっていうぐらい硬いんですけども、出来上がる頃にはですねもう十分な柔らかさになります。よし、できた。お皿に1回乗せる。でもう一回戻します。これはね別に全然しなくても大丈夫です。器をね一旦温めるんですよ。ラーメン屋さんは絶対にやってることなんですけども、これやることによって少し長く熱いラーメンをね体感できるということなんで、ラーメンの麺は固めにしておくと。はい、で沸いてきたんで完成です。で温めた器に盛り付けていく。そして先ほどの野菜炒めをのせていきます。で若干やっぱね水気出てるんですけども、これ全部入れてください。美味しいんで。野菜から出た水気はだしなんで。はい、そして卵を使います。これはね自分の店からねパクってきた、煮卵です。やん。はい、そして仕上げにですねごまを一振り。ネギなんかねのしてもいいと思うんですけども、さらに札幌一番に入ってたこのねスパイスを使います。スパイスという名の七味ですね。でこいつを上からパラパラと。はい、ということで完成しました。はい、ということで食べていきたいと思います。お疲れ様です。よっしゃ、うまそう。いただきます。まずは麺から。やっぱりね野菜入れたことによって野菜の出汁が出てるんで、麺までやっぱり美味しくなりますね。完璧や。最近ね涼しくなってきて動画がすごく撮りやすくなってきました。前までもめちゃくちゃ暑かったんですけどもねこれサムネでいけんちゃうこれやっぱ札幌一番はね美味しいですよね。皆さんの一番好きなインスタントラーメンは何ですか？僕はですねすっきやねんがもうダントツで1位ですね。その次が出前一丁、あれ美味しいですよね。で3番目に札幌一番なんですよね。で親方流卵の食べ方、卵をレンゲに入れてスープちょっとつけて具をのせると。歯にかまれたかもわからん。めっちゃかゆいここで、このスープの中にねいつもご飯入れて食べるんですよ。やったことある人いっぱいあると思うんですけど、めっちゃ美味しいんですけど、さすがにお腹いっぱいですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回みたいなねアレンジした料理は結構 Twitter の方でね動画アップして、皆さんの反応を見て、反応良ければちょっと動画化していこうかなっていう感じで今回も動画化したんですけども、そんな感じのね写真とかをどんどんツイートしてるんで、よかったら Twitter のフォローよろしくお願いします。ということで最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ということでまた会いましょう。バイバイ。今回ちょっと短かったな。なんかしようかな。菅田将暉のモノマネします。愛が